この町には古く巨大な遺跡があった。そしてこの遺跡に寄り添って大昔からここで暮らす一族がいる。裏ではここには陰キャが集まるって言われてるらしいんだけど、引きこもりがちな性格だとかそういうことではないみたい。一体この遺跡では長い年月をかけて何が起こったのか、今回はこの遺跡を形作りながらその謎を紐解いていきます。それは1000年以上昔の話らしいんだけど、どうやらこの地では。それじゃあこの辺りを鉄道と産業の街に仕上げていこう。まずはその前にちょっとみんなに質問なんだけど、僕が初めて鉄道を触った時からずっと気持ち悪いと思ってたんだけど、みんなはこれ平気なの？ここの角度の話かな。ちょっと無理やり引っ張ってなんとかそれっぽい感じにしておくのだ。僕はそこまで鉄道が好きって感じでもないんだけど、このゲームには鉄道が好きな人も結構多いと思ってるんだけど、これが公式ってことは別に見て悶絶するほどでもないの。鉄道が好きな人は駅を自作するから大丈夫ってことなんじゃない？徐行しないと吹き飛びそうな角度はやめてほしいよね。それからこの辺りは貨物と通過列車がかなり多くなると思うから追い越し用の線路を作っておきたいんだけど、面倒だから全部複線にしちゃおう。一番田舎が複線になったら他も全部ってことになっちゃわない？大は小よりかっこいい。並走を見れるポイントは多ければ多いほどいいのだ。あんまりこれを使う機会なかったんだけど、使ってこなかった一番の理由がこれ。意味わかんない接続を大量にしたがるから一つ一つ直すのがめんどくさすぎるのだ。しかも近くの線路をいじるとリセットされちゃうしね。あとは駅の周りに線路を追加して形を整えたら、あんまり細かく気にしすぎてもいつまでも気になっちゃうから、とりあえずこんな感じでここは完成ってことにしておくのだと思ったんだけど、ちょっと待って、ホームの隙間がマツコ・デラックスでも落ちれそうなんだけど、ここの間だけ埋めておこう。あとは高架の下をどうするかなんだけど、きっとゆくゆくはコンクリートで埋めてテナントを突っ込むことになるけど、まだ周辺の道路の形が確定してないからもうちょっと後で作業しよう。なんかその板すごいテカってない？思ってたのと違うけど今はいいや。マツコも大抵テカってるから平気。何が平気なのか全くわかんないけど。というわけで工場地帯の細かいところを作りながらこの次どうするかを考えよう。まず最初の暇つぶしはここの隙間に貨物列車の車両基地を作るのだ。それでこの次っていうのは？どんどん産業地区を移設しないといけないけど、少なからず周辺にも人が住める場所が必要だよね。ということで産業区の周りにどんな風に人が住んでるかを考えていきたいんだけど、前回町の中心部の作成では誰の目線からも美しいと言える唯一の得意点みたいなものはないんじゃないみたいな話だったから、今回は一見それがネガティブな方向から見られがちなものを並べてみる。ちょっと抽象的でイメージ湧かないから具体的に話してみて。例えばだから日当たりの悪い住宅地とか、昔は活気があったのに今は錆びれてるとか、非効率な作りに見えるものはそれを楽しめる人たちがいるからとか、不便な場所には独特な文化や景観が生まれたりするみたいなこと。つまり今回のマップは外部に道路が一切つながってないとか、一見リアルにはなさそうなものばかりに感じるけど、ちゃんと理由や歴史から考えていくってことかな。そういう風にも見えるのだ。それじゃあ言ったこと全部をここに詰め込んでみるのだ。全部はやりすぎじゃない？ちゃんと形になるのか？まずそもそも産業区や鉄道ができるより先に人が住み始めたはずだよね。彼らは一番低い場所に集落を作ってた。もっと住みやすそうな場所あったんじゃないの？ここは太古の湖が干上がった地形。きっとまだ少しだけ水場が残ってたのだ。湧き水の近くに住みたかったんだね。湖が干上がってきっとすごく暑い時期が続いてたから、とにかく水の確保が最優先だった。崖のテクスチャ変更した。今回段差をたくさん使いそうだから土色から岩っぽいものに変えたのだ。この岩場の段差を一番下まで毎日降りるわけにもいかないから、人々はそもそもそこに住む以外の選択肢がなかったのだ。説得力が増すようにもっと降りるのが不可能な段差にしよう。嫌な神様だな。崖の下で人々は毎日雨が降るように願う。そしたらどうなると思う？毎日お供え物があるから神様最高みたいな話。真面目に聞いてるんだけど、つまりここには神殿ができる。じゃあみんな未だに遺跡に住んでるんだ。あれじゃない？昔は水場を守ることが使命みたいな感じだったけど、今では末裔であることがアイデンティティみたいな。なんか地元の人と外から来る人ですごい確執ありそうだな。むしろ年が近い世代の出ていく派と残る派で揉めてるのだ。みんな出て行ってここがもう発展しない理由は何なの？それはもうちょっと先の話。まさか今考えてる？そんなことないけど、どの案で行くか迷ってるだけなのだ。そもそも歴史を持つ権利はどこにあるのって話だよね。基本的に継ぎ手不足だとかって本当に問題にならなきゃ誰も手放そうとしないのだ。
水源の位置は仮にこの辺り、最終的には岩の隙間から地下水脈が続いてそうな形にしよう。人が住んでるのはこっち側。建物の高さとシルエットで選んで並べていく。そんな崖の近くにビルが建ってるのおかしくない？ここは人が住み始めた時すごく暑かったって話だから、住宅地のほとんどを上に岩をかぶせて年中日陰な場所にしていくのだ。ドワーフなの？もはやファンタジーっていうか、むしろそんな風にしちゃうと余計に現代になってまだそこに住むのって確執や分断はありそうじゃん。波風立たない物語の何が面白いの？思想強ほのぼのしてたっていいだろ。人は安定を求めたがるけど、水もよどむと腐るのと同じで、それが停滞なら必ず腐敗していくんだよね。毎日同じ風景を見てることこそが最高に幸せな人はどうすんのよ。それはだって個人の問題じゃなくて全体のバランスの話だから。悪なのは確執であって、出ていく人もとどまる人も両方必要だってことを理解できない人が悪いのだ。あんたは分断させようとするタイプでしょ。見てるだけならそっちの方が面白い。ところで映像は大幅カットしてるけど、ここを作ってる時数時間悩んでたんだよね。何をどういう風に？遺跡がまっすぐ北を向いているべきか。それはつまり最初に遺跡だけ作ってそれに崖と町を合わせるべきだったってことだな。というわけで結果的に2度くらいずれてる。だから市民にはこれは神の怒りだってことで神話を作らせよう。そもそもカメラの位置次第でいつも太陽を動かすんだからあんまり変わんないでしょ。そういう冷めた目線は創作活動において良くないと思います。自分だってそういうこと言うじゃん。あとそれからこれから付近全てを日陰にするなら足元を草木で飾ることができないってことになるよね。かといって岩だけでも寂しいし、とりあえず緑の部分は全部サーフェスを張り替えよう。遺跡側にはそれっぽい廃墟と周りにお墓なんかを配置しておく。ちゃんと機能するお墓も置いたけど、これについては後々審議。必要なんじゃないの？遺跡周辺が霊柩車だらけになったら嫌だよね。あとは診療所と小さい警察署も置いたら町としてはこれで機能しそうだから、天井を岩で埋めていこう。完全に埋めると下を触りにくくなるから、とりあえずあくまで基盤の形と雰囲気を見るためなのだ。昔はひんやりしてよかったかもしれないけど、ビル建てちゃったら廃棄でやばそうじゃない？地下鉄の廃棄する大きい筒みたいなのがあればいいんだけど、できればブロックじゃなくて回ってる方がいいってなると自分で作らなきゃなさそうなのだ。っていうかこの絵を見てるとさ、生牡蠣食べたくなんない？確かに。シティーズスカイライン2。今は何してんの？見た目の細かいところを調整しながら、どうしてここが錆びれていくのかなんてことを考え中なのだ。これはサーフェスの縁取りに歩道を使ってる。いろいろやりたいことはあるけど、全部を一つにまとめるのも難しいのだ。とりあえず確定してるところから少しずつ埋めていこう。なんでまず確定してることが無理なの？ここは将来的に壁から地下鉄が出てくる予定だから、そのための用地確保なのだ。そしてさすがに現代の人は下に降りる方法をいくつか作ってるよね。遺跡の反対側には隣町へと続く道がある。普通にこの街は発展していきそうだけどな。それはゲームのシミュレーションとしての話なのだ。だとしても人がどんどん増えていくんだったらそれはなんかちょっと近くない？そんなこと言われても地下鉄がここまで届いたらそこそこ発展するのは仕方なくない？出ていく派と揉めてうんぬんみたいなさっきの話との辻褄は？そこまで言うならこの町にもっと説得力を与えよう。山頂付近に水源を設置して山手に大きな川を作る。黎明期ではとにかく暑くて水が大事だったけど、長い時を経て気候が安定してくると湖の水量が増えることはなかったけど、周辺は比較的水も豊かな地域になった。そうすると逆にこの地域では水害が多くなるようになって、この遺跡周辺の発展は止まっちゃったんだけど、現代の人々は技術でそれをカバーしているのだ。それじゃ山側は水が浸透しにくい粘土層なんかなんだね。この話題をそこまで掘る必要ある？説得力を与えるって言ってるからサポートしてるだけだが。めんどくさくなるからやめて。あとは工業地区を広げるためにアンロックしておかないといけないものがいくつかあるから、川の水が行き渡るのを待ってる間、町に足りない一次産業を追加しておく。川の周辺にはかなり広く石油が埋まってるのだ。このマップでは鉱床は全て山の下にあるみたい。というわけで石炭や鉱石を掘るためには多少登山が必要なのだ。別に登らなくてもすでに掘り進んだ後ってことで下に掘ってもいいけどね。僕らは風景を作ってるんだから、上からしか見えないのも微妙じゃない？まあ別にそれは好みの問題だな。車両が足りないらしい。この辺りに車両基地を増やすなら場所はここかな。そんなことをしてる間に資源を生産したことでアンロックされたものを町に置いていこう。鉄道産業の町に似合いそうなのはやっぱりまずは製鉄所。隣にも鉄鋼系の工場を並べておくのだ。一番大きい工場をとりあえず配置して隙間を埋めたんだけど、その前に大きな隙間を一旦森で埋めておく。この辺りは何もない深い森の地域を比較的多めにしようと思ってるから、森の配置がどうなるかも結構重要だと思うんだよね。いくら栄えてたって全然いいとは思うけど、遺跡って言われたらやっぱり自然が多い方がいいよね。それで駅前すぐを森にしたのは
この付近はドラクエにしたかったんだよね。ちょっと何言ってるかわかんないな。人生には冒険が必要だってことなのだ。説明すきせろだろ。ここの地下には神殿があるんだから、きっとダンジョンもある。そうはならんだろ。リスクを冒せば下の段まで最短で行くことができるのだ。そこに道があったらみんなそっち歩くようになるよね。それは勇者が魔王を討伐したからであって、本当続けても構はわないけどちゃんとその先があるんだよね。古代遺跡を作るのはいいけど、ちゃんと人が歩く場所と理由を作らなきゃいけないから、まずは下に降りる場所を作って、その後は下の広場のその先のことも考えよう。この階段は使われないってことはありえないけど、下の段の遺跡に関しては見た目だけを作ったものが多いんだから、まんべんなく人が歩いてるって状況は難しそうじゃない。今はここが唯一の道に近いから、みんなここを歩いてるけど、遺跡全体が完成した後のことを考えなきゃいけないのだ。でも別にそれは難しいことじゃなくて、つまり中央を横断して反対側まで歩く意味があればいいってことだよね。だからそっち側の崖の中には商店街を作ろう。崖の中？なんでそんなことする必要があんのよ。やっぱり商店街は一番最後にできたから、景観を考えた時みんなそれを許さなかったんじゃない。それで結果的に保護地区外の洞窟の中に作った人がいた。どうやらここではリアルな常識は通用しないらしい。この町では光信仰が強いからね。日光を敵とみなしてたからこそ神殿が崖の中にあるのかもしれない。そうなってくると対立構造が複雑だな。極右の人たちは一生を神殿の中で過ごすらしい。陰キャなんてレベルじゃないだろう。むしろ確執を生むなってことの方が難しくなってくるな。だからこの辺りには農地が全然ないよね。それじゃ狩猟してたの？どうやら昆虫を品種改良してたらしい。その歴史はなかったことにして。シーズスカイライン2。次は駅前を作っていこう。ここは単純に高架下を埋めてテナントに入ってもらうだけだから、サクサク進めていくのだ。あんまり駅前が賑わってると洞窟側と共謀するね。できるだけそれは避けたいから、ダミー店舗も半分くらい使っていこう。あとは低密度オフィスで埋めてもいいかもしれないのだ。いろいろ考えてはみたんだけど、ここは普通の街を作る以上に何も思いつかない。別に変に無理して独特なもの作ろうとしなくったっていいよ。でも思ったんだけどさ、下にしか住宅がないのもちょっと不自然じゃない？確かにそれはそうかも。だけど遺跡派と揉めたら出ていくしかないっていびつな街のままでもいいかも。とりあえず駅の近くに少しだけ遺跡のやつらキモいって思ってる人たちの住まいを用意しよう。近づいて気づいたけど駅のホームがなくなってない。ほんとだ。なんで？めんどくさすぎるのだ。全く同じ作業するの大嫌いなのだ。次は産業区を広げるんだけど、はっきり言ってここは適当。産業地区作るときっていつも大雑把じゃない？これはあくまで僕のやり方だけど、産業地区は建て替えや調整が多くなるから、真面目にちゃんと作る場所と大雑把にランダムに作る場所を範囲で分けてるのだ。まあ他の場所を含めてどうなっていくか先が見えないと周辺の交通量も予測できないもんね。この付近で言うと線路に近いところほど真面目に工場の選別とかディティールアップをするけど、線路から離れるほどどんどん適当に後々は取り壊すつもりでいるのだ。というわけで駅周辺はこの辺りまでにして遺跡側の最終調整に入ろう。高架下の壁はせめて何か張った方がいいわね。この辺りを作ってた時はちょうどコンプリート系のデカールは自作しようとしてたから、ちょっと後でまとめて作業するのだ。案外好みの質感って見つからなかったりするんだよね。まずは池をまたいで商店街へ向かう歩道を増やす。ここは不当を代用してるのだ。手すりがついててちょうどいい感じね。バス停を一通り作って周辺の移動を少し便利にしたら、サーフェスとデカール、草木で下地を作っていく。やっぱりこの辺は自然の主張が強い方がいいよね。あとは空き地をどんどん埋めていくのだ。ちょっと遺跡に何を書いてんの？じれっと落書きするのはやめなさい。言葉にしづらいことは見てわかるように伝える日本文化。遺跡なんかに書いたら視聴リコールされても知らないよ。それじゃあ汚して隠しておくのだ。そもそも読めなきゃ意味ないだろう。駅前の壁もこんな感じに極端に薄くて重ねて使う前提みたいなものがあんまり見つからないんだよね。作る楽しみが増えていいんじゃないの？最後は神殿前の空き地だけど、こういうところは石を並べておけばなんとかなるのだ。理由はわからないけど墓石とセットにしておこう。これってどういう意味や歴史があるんだろうって考えさせることが大事なのだ。完全に市民をおちょくってるよね。大きい岩の周りは土と石のサーフェスにしたんだけど、やっぱりプロップで置いた方がいいかも。めんどくさい。それがめんどくさいならこのゲームやめた方がいいよ。作業がっていうより動画として成立する順序で作るのが面倒。根本的に向いてないんだな。というわけであとはもう庭師してるだけだから次に飛ばしたいんだけど、逆にそういう作業が見たいんだよって思う人がいたら教えてほしいのだ。一番時間かかってる部分だけど取ってないことの方が多いんだよね。こういう庭を作るみたいなことは特に似たようなものをひたすら作ってることの方が多いのだ。あとは町の岩刈りになっているあたりにひたすら枯れ木を植えていったら大体は完成なのだ。
葉が落ちてる状態の木ってそれぞれに1種類しかないんだけど、できれば間にもう一段階欲しいんだよね。枯れかけみたいなのがあるとグラデーションは作りやすいよね。それで最初の方で排気がうんぬんって話があったけど、どうするかいろいろ考えてたんだけど、これに決めたのだ。バカでっかい煙突。サイズ感分かりにくいけど木と比べたら相当だな。廃棄問題も解決したところで、今回の街づくりはここまで。今回はだいぶ広い範囲を開発していったのだ。前後半に分けてもよかったけど、どこで割ればいいか悩ましかったもんね。ダンジョン方面の道もかなり利用者が多いみたい。薄着の人が多いんだけど、そんな装備で大丈夫なの？別に冒険者ではないからね。駅のホームから見ると、この街が一体どうなってるのか全くわからないのだ。電車で通り抜けたことしかない人は遺跡の存在すら知らないんだね。だけど工業地帯で働いたり、ここに少しでも関与することで巨大な闇を知ることになるのだ。ちょっと待って、なんでそこに高層ビルが見える？駅前にある小さな住宅街はどちらかといえば外から来た人のためのものだから、改革派の人たちはみんなこっちに住むようになった。彼らが言うには目が合ってる感じがするからここの方がいいらしい。見下されてる感じにしたかったんだろうな。それじゃ今回の動画はここまで。次回は改革派とはまた別のもっと早期に遺跡を離れた人々がどうなったのかについて。この歴史シリーズ化するんだ。サイドストーリーはあればあるほどいいってばあちゃんが言ってた。というわけで続きが気になる人はチャンネル登録よろしくなのだ。次回の動画も見てね。ここで最後に今回一番めんどくさかったランキング。なんだ突然。ナンバーワンは岩の表面の色を一つずつ変えていく作業。これってモッドを使って遊んでる人にはカラーピッカーでコピペするだけじゃんって思われそうだけど、グラデーションを作りたいわけだからそれはちょっと違うんだよね。面倒になってすぐコピペし始めてたけど、色の範囲指定でランダムになるモッドって作れそうだよね。っていうかそんなことより、遺跡を捨てた人の物語ってどうする？構想があるからシリーズにしたわけじゃないの？僕は出たとこ勝負で後付けするタイプ。だったら自分で考えなさいよ。